なんか最近時計探されてるお客様すごい多いなって思うんですけど、実際どうですか？女性は確かに特に多いですね。普段でも使えて長く使えるものっていう相談がかなり増えてます。ね、そうですね。メンズも同じような感じで、最初の一歩に悩まれてる方とか、次どの時計を買えばいいかっていう悩んでるご相談、とても多く感じます。じゃあせっかくなので、プロ目線からのお二人のおすすめの時計教えていただいてもいいですか？もちろんです。じゃあ何からいきますか？じゃあまずロレックスからいきます。ここが一番深いので。まずはこちらの王道のロレックスデートジャスト10ポイントダイヤ 26mm。長く使う前提で考えると、もう圧倒的にこちらのデートジャストは完成度も高いのですごく優秀です。人気です。コンパクトだけど存在感バッチリですね。そうなんです。これがジュビリーブレスなので非常にしなやかで手首にも馴染みやすいのでジュエリー感覚でつけれる時計になってます。ポリッシュしてもケースのエッジが崩れにくいっていうのと10ポイントダイヤの大きさが絶妙で地上でも浮かない、この3つの大きなポイントかなと思います。さらにレディースは結構明るいフェイスカラーの方が人気で、ピンクとか水色とか明るい色の方が問い合わせは多いですね。見るとすごい華やかですね。そうで、さらにシェルカは特にお問い合わせが多いデザインかなと思います。26mm はジュエリーとの相性もすごいいいので、仕事とかプライベートとかフォーマルのシーンにも使えるので、すごく万能な一本です。続いてご紹介したいのが、デートジャスト 36mm になります。結構今ロレックスってスポーツモデルが注目されるんですけど、長く愛用するっていう意味では 36mm サイズがとても評価が高くなります。高く評価されてるポイントっていうのはどういうポイントですか？はい。理由は3つありまして、針の見やすさと、分身とインデックスの距離感がちょうどいいっていうことと、あとブレスレットの強さと伸びにくさ。この3点が毎日つける時計ほど違いがじわじわ効いてくるんですよね。レディースのデートジャストとは人気の理由がちょっと違うよね。そうですね。2つ目に言ってくださってたはい分身とインデックスの距離感がちょうどいいっていうのはどういうところがポイントになってくるんですか？そうですね。一応分身と、あとこのメモリの部分、これインデックスって言うんですけど、ここの分身とインデックスのこの距離感が結構大切になってまして、時間を見るときと、あとデザイン的な美しさ、結構この距離感が関わってきて、本当重要になります。時計を毎回見るために、見づらかったらやっぱ使いにくいじゃないですか。それは大事ですよね。やっぱ見やすさっていうのは。そうですよね。レディースって華やかさとか、あとダイヤの上品さを意識する方が多いんですけど、メンズの場合は実用性をやっぱり求められる方が多いですね。メモリの部分がバーの棒状になってるバーインデックスって呼ばれるものが圧倒的に人気になります。なんでなんですかね？シンプルで見やすいですし、服も選ばないので、やっぱり長く使う前提の方にはもう圧倒的な人気になりますね。なんか男女で同じデートジャストでも選ぶポイントが結構違うんですね。そうですね。このモデルの面白さでもあって、でもっとミニマルなものがお好きな方がいれば、こちらのオイスターパーペチュアルの 34mm がおすすめになります。なるほど。次ご紹介したいのが、エクスプローラー2 40mm 白文字盤になります。で、ここからスポーツモデルの中で選ぶっていう視点にはなるんですけど、白文字盤のスポーツモデルって珍しいですよね。そうなんですよね。スポーツモデルの中で、ここまで本当に真っ白なのはなかなかないですし、やっぱり初めてロレックスを買う方でも選びやすく、スーツと合わせても浮かないモデルにはなります。スポーツラインなのにすごい上品に見えますね。そうですね。こちらはやっぱりごまかしが効かない時計になりますね。っていうのはこちらやっぱ年式ごとに針のバランスとかミリ単位で違って、それだけで表情が変わったりするんですよね。で、ケースの造形だったり、針の長さ、バランス、例えば配置とか、インデックスの配置、厚みでだいぶ変わるので、ちょっと違うだけでデザインが崩れてしまうんですよね。そうじゃないと気づかないレベルじゃない？そうですね。で、特にエクスプローラー系はデカが少なくて、長年表情が変わりにくいものになりますね。で、10年使ってもやっぱ使い古して見えない。そこが一番の強みだと思います。長年使う時計を選ぶ時にはそれはめっちゃ大事なポイントですよね。そうです。次は女性向けのエレガントな時計なんですけど、カルティエのフランセーズ SM です。これはブレスレットとケースが一直線になってて、すごく直線美が綺麗なデザインになって、そこがすごく魅力な一点ですね。フランセーズはもともと戦車のキャタピラーから着想されているので、無駄のないシャープなラインが特徴。で、あとは今のデザインだと文字盤のデザインがちょっと違くって、インデックスの部分も黒じゃなくてシルバーになっているので、正直このヴィンテージのデザインの方が文字盤はすごく見やすい。しかも SM サイズは縦横のバランスが絶妙で、すごい手首を綺麗に見せてくれるっていうのがすごくいいポイントですね。そういうのもあるんですね。ブレスレットのコマもすごい細かいので、手首のフィット感もすごく良くって、ジュエリーとの相性もすごいいいんです。
次はこちらのリニューアルです。おー。これはちょっと年式が新しめのタイプなんですけども、もともと空にあったちょっと古いタイプで、うんうん。ルーズが裏にあるタイプのものが人気で売れてしまって、今こちらになるんですが。なるほど。はい。なんか丸みがあるデザインがすごい可愛いですね。そうなんだよね。このなんかカーションタイプになってるので、うんうん。側面もすごくスッキリして、うんうん。確かに。余計なこの要素を削ぎ落としたミニマルなデザインになってるから、すごく女性のジュエリーとも合わせやすいデザインになってるんです。確かに。ジュエリーブランドのカルティエならではの女性の手にそっと寄り添う時計になってるんだよね。ディープな時計のご紹介になるんですけど、はい。こちらオメガスピードマスターの 39mm になりますね。おー。結構オメガのスピードマスターは 42mm が主流なんですけど、はいはい。こちら 39mm で、うんうん。今は生産終了してしまっているモデルになります。そうなんですね。ちょっと小ぶりなんですね。そうなんですよね。39mm がすごいおすすめで、うんうんユニセックスでも使える本当に絶妙なサイズ感になります。で、もう生産終了してしまっているモデルになるので、ヴィンテージとして価値が上がっていますし、作り込みが丁寧で本当に精度が高いものになります。例えばこの文字盤のインダイヤルっていう段差があることをステップダイヤルって言うんですけど、うんうん。このステップダイヤルの視認性とかも素晴らしいものになります。なるほど。で、あとは時計を手巻きするとき、うんうん。内部の歯車の平行の質がやっぱり心地よかったりするので、なるほど。ほんとこうゆっくり手巻きしてるときにうんうん。いい時計だなっていうのはとても感じます。なんか作りそのものが魅力的っていう感じですね。そうですね。まさにおっしゃる通りです。歴史も実績もあって、メンテナンス性も高いものになるので、本当一生ものの時計としては最適だと思います。なるほど。はい。ということで今日は時計に詳しいお二人におすすめの時計を教えてもらいましたど。れも普段使えて長く使える時計なので、店頭にぜひご試着してみてほしいです。今日もめちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。またコメントもお待ちしております。では、また次の動画でお会いしましょう。